日本滞在の前半の動画をアップしたんですけど、今ちょうど滞在2週間目の中間です。 M1 すごかったですね。私は家で友達たちとみんなで敗者復活から見てたんですけど、なんかいつも誰かしら友達なのか家族なのかと見ることが多いんですけど、今回人数6人ぐらい多めで見たらめちゃくちゃ盛り上がって、大人数でみんな楽しいなってなりました。で、なんだっけ、鍋しながら年末っぽいねとか言いながらみんなで M1 見て楽しみました。次の日は私はもう一回見直したり打ち上げの動画とか見ちゃったりして、そんな感じで過ごしました。この前も YouTube の中でお話ししたんですけど、パリのお友達のキッチンを除く、企画を花子さんのウェブで連載が始まって、で第2回目も公開されたんですけど、見ていただけましたか？ポリーヌっていうケータリングとかフードコーディネートみたいなことをやっているお友達のお家にお邪魔してきました。でパリの、中心から少し離れた自然のあるエリア、住宅地のエリアに猫ちゃんと一緒に住んでいるゆったりとした大きめのキッチンの取材をしてきました。ぜひチェックしてみてください。今日はなんだっけ、ここ日本橋にある K5 に泊まりに行きました。今東京にいる間にいろんなホテルをちょっと泊まり歩いているんですけど、今日は K5 に来ました。で来る前に、髪の毛を切ってきました。切ってパーマも今回はかけました。結構久しぶりにさきえちゃん、いつもお世話になってるさきえちゃんの美容院に行って切ってもらいました。今日はアーニーパロのジャケットブルゾンを着てきました。今日本に帰ってきてもう10日ぐらい経って毎日バタバタいろいろしてるんですけど、昨日フランス語と日本語の通訳を Zoom でやったんですけど、10日ぶりにフランス語喋ったらなんかめちゃくちゃ言葉が思うように出てこなくて、10日でも言語って喋んないだけでこんな忘れちゃうんだって思って結構ちょっとショックだったので、本当定期的に言語を喋るのが大事だなって感じました。その言語自体を忘れるわけではないんだけど、やっぱり何かを喋りたいと思った時に単語がとかその文章がスッと出てくるまでに時間がかかるんだなっていうのを感じて、フランスに戻って、2日もしたら多分いつも通りの言語レベルに戻るんだと思うんですけど、長期的に帰ってくるとかなったら本当に言語忘れちゃうので、常にやっぱり喋るのが大事だなって思いました。で日本に帰ってきて今すごくいろいろ感じてることがあって、ちょっとお話ししようかなと思うんですけど、やっぱりなんかね、日本のこの安心とか安全とか、綺麗さとか、この全てが時間通りに動くとか、そういうのって今よりも若い時にはそこの重要性をそこまで感じていなかったんだけど、自分が年を重ねるにつれて
日本では当たり前のことって本当に海外に出ると全く当たり前ではなくて、そういう生活ができる日本ってすごいなって思うし、それだけ働いてくれてる人がいて、そういうふうに社会が成り立ってるのって純粋にすごいなっていうふうに感じてます。この間の動画でもお話ししたように、私こっちに来る直前にスリに会いそうになったり、結構最近日本に来る直前パリに対して思うこともあったので、日本に帰ってきてこの1週間、10日ぐらい過ごしてパリの良さも再度感じたし、日本の良さもこう改めて感じたなっていう10日間でした。どの国においても言えることだと思うんだけど、日本が絶対いいとかフランスが絶対いいとかなんか 100% で決めつけるんじゃなくて、どっちもいいとこと、悪いとこ、メリットデメリットがあるのは当然だから、それを受け入れながら自分はどっちの方がいいかなとか、なんかどの範囲だったら受け入れられるかなとか、そういう考え方でいることであんまりストレスなくどっちの国でも暮らせるのかなって思ったりしてます。なんか当たり前のことだし、それはもう今までも分かりきってたことだったんだけど、今回はこの滞在においてすごくそれを感じています。日本はそういう環境面、街がさっき言った街が綺麗とか全てが時間通りに動くとか、みんながこうリスペクトし合っているっていうこの環境自体はすごく他の国にはない変え難いものだし、そういう点においては私は日本はすごく好きなので、環境面では日本で、やっぱり私はフランスとか、ヨーロッパのああいうパーティーの文化とか、人生をマックスで楽しもうっていうこう生活スタイルはヨーロッパには根付いていると思っていて、そういう人間関係だったりとか時間の過ごし方っていうのは、私はフランスだったりヨーロッパの文化が好きかなって思ってます。もちろん日本でも私は友達といろいろ遊んだりパーティーしたりすること多いんですけど、なんか全員がその認識を当たり前に持っているのはフランスなのかなって思ってます。なので帰ったら向こうの友達とまたホームパーティーとかをしたいなって思ってます。でも日本も以前に比べたらみんなホームパーティーとかする人増えたんじゃないかなっていう気もしてます。フランスは結構外で飲みに行ったりご飯食べに行ったりすることもあるんですけど、それよりもみんなホームパーティーする人の方が多いかなっていう印象です。フランスに住んだ日本人が陥る症候群の一つとしてパリ症候群っていうものがあるらしいんですよ。要するに、パリに住んだ人が、ライフスタイルの違いとか文化の違いとかそういうものに直面してこうちょっと鬱っぽくなっちゃって、もうフランスのこと、パリのことを嫌いになっちゃったりとか、なんかそういう症候群があるらしくって、で私はそれには全く当てはまらないかなって個人的には思ってるんですけど、ただそういう風になっちゃう気持ちもものすごいわかるなっていうのを思います。やっぱり日本って当たり前に周りの人がやってくれて、その完璧に整えてくれる環境っていうのが、当然のこととしてこう社会が成り立ってると思うんだけど、フランスにおいてはやってくれないこととか成り立ってないことが当然っていうと言い方がちょっと語弊があるかもしれないんですけど、そう当たり前にみんなが人のために動いてくれるっていう環境ではないので、逆に何かやってくれたりとかうまく物事が進んだ時はこんなうまくいったとか、その相手に対してとか物事に対しての期待値が低い分、なんかそれを裏切られても何とも思わなくなるっていう精神が身につくのかな。なんかそのマインドがあればそのパリ症候群とかにならなくて済むのかなって思ったりしました。私が昔学生の時に住んでた時はあんまり周りの人が英語を喋るなっていう印象はなかったんですけど、最近、住み始めてからは周りの人たちも結構普通に英語を喋るし、なので、パリに住んでいれば英語ができれば割とこうそんなに大変な思いすることもないのかなっていうのが個人的な感想としてあって、もちろんねフランス語ができるに越したことはないんだけど、最近はフランス語ができなくても、生活していくことはできるのかなって思うので、前よりはそういう症候群にもなりにくかったりするのかななんて思ったりしてます。ただ海外に住むって結構やっぱり大変なことだから、
ある程度覚悟を決めてっていうか、なんか意志を強く持ってないと軸がぶれちゃうし、私も向こうにいる時やっぱり毎日のように、日本にいる時よりも毎日のようにいろんなこと考えたりとか悩んだりするので、それは当然のことかなって思うんですけど、でも私は今フランスに帰るのがすごい楽しみで、また残りの生活楽しんで頑張っていこうっていうふうに思ってます。それもこの10日間ぐらいで日本を大満喫できていて、こっちでいろんな友達に会ったりとか親に会ったりとか、自分にとって必要だったエネルギーみたいなのがチャージされた感覚なので、このエネルギーをチャージされた状態でフランスに戻って、向こうで残りの時間を楽しく過ごそうと思ってます。